伊田未来です。今日はこちらシアンさんで髪をバッサリ切りたいと思います。ここは代官山です。すごい駅近です。はい。じゃあ早速行きます。もうね、すごい楽しみで、おっと切る夢をね見るくらい楽しみだったんです。いいね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さて、今日はバッサリ行くと聞きましたが。そうです。バッサリ行きたいんですけど、ボブより短く、ショートよりちょっと長くみたいな。はいはい。まあショートなんですけど、私いつもざっくりしてますよね。そう、なんかあんま重たくなりすぎず、なんかちょっと軽い感じもありつつ、大人っぽくでも短くみたいな、可愛らしく大人可愛いで、大人可愛いでお願いします。大丈夫ですかね。これでいい。いつもざっくりだもんね。いつも、大体ね。そうなんです。ちょっと静江さんにはもう十何年未来ちゃんが高校1年生になる時に初めて会ったのね。11ぐらいすごいね。いつもバラエティーとかイベントとか雑誌とかドラマとか映画以外でいつもお世話になって、髪も切ってもらってます。ありがとうございます。じゃあまずはシャンプーして切りましょう。お願いします。はい。このぐらいかな。はい。このぐらいを目安に直近。そうだね。なんかもうこれだけででももうちょい上行ってもいいかな。ここ。なんかこの微妙なね。そうですよね。そうです。ここで行ってみよう。行きまーす。はい。さよなら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 。いやー、なんかニラみたいです。切ったここが。これ捨てていいですか？はい。持って帰って。いいんですね。だってこれ持って帰っても気持ち悪くないですか？4年分の思いはいいんですね。全然いいですよ。もうだって切りたかったんですもん。そうだよね。うわー。さようなら。ロングの時田未来。さよなら。行きます。うわ、音が。いやー。ちょっとこうやって触っていいですか？いいですよ。うわ、ない。ちょっと一回写真撮っていいですか？どうぞ。でもなんかもうすでに頭が軽いです。軽いね。ちょっと真剣になるとさ、喋れなくなるじゃん私。勝手に喋ってて。じゃあどうして切ろうと思ったか一人で喋っててもいいですか？どうして切ろうと思ったの？聞いてなくていいですよ。いや、もともとすごい切りたい時が一回あって、それも前の朝顔が終わった時なんですけど、でもなんかもしかしたら朝顔2やるかもしれないっていう噂がちらほらあって、まあつながってるじゃないですか。だからちょっと切れないかなってなって、で朝顔終わるってなった時にちょっとやっぱり切りたいなと思って、ダメって言われそうだなと思いながらも、マネージャーさんになんかちょっと短くしたいんですよねって言ったら、全然いいじゃないですかって言ってくれて、でいつもダメっていう、ダメとは言わないですけど、やっぱロングの方が髪型を変えられるから、役によって印象変えられるんじゃないっていう意見をくれるマネージャーさんもいて、で私の中ではその方が壁だったんですけど、全然なんかいいよみたいな感じで言ってくださったっぽくて、無事に今日を迎えることができました。ありがとうございます。めっちゃ喋りかけてますね。未来ちゃんがさ、これぐらいまで切ろうと思うんですっていうのをさ、未来ちゃんのマネージャーさんからさ、その写真をさもらった時にこんな感じっぽいですみたいな、嘘でしょ、こんなに切るのってちょっと思ったの。私は全然ウェルカムなんだけど、ってなりますよね。 M マネージャーさん大丈夫？やっぱそうですよね。意見はすごい正しいんですよ。正しいけど、ちょっとやっぱ切りたい欲みたいのって出てきちゃいますよね。
そうだね。女子ってこうイメチェンしたくなりますよね。ちょっとベースはこれです。であとはちょっと一回乾かして、はい、毛量調節嬉しい。いきたいと思います。ありがとうございます。どうですか？いや、最高です。本当ですか？なんかもう別人になったみたい。でも未来ちゃんのファンの方々とかはさ、どっちがいいとかあるのかな？優しい方が多いので、私が短くしたいって言えば、短いの似合うと思いますって言ってくれる方が多いと思います。都合のいい解釈。言わせないようにしてるね。言わせないようにしてるわけじゃないですけど。最近なんかじゃあ、最近の変化？変化。お寿司が食べられるようになりました。いいね。お寿司。ネタは何が好きなの？ネタはでもやっぱ限られちゃってるんですけど、本マグロ赤身、王道ね。王道。でも大トロとか中トロはちょっとこう脂が乗りすぎててちょっと苦手で。なんで大丈夫になったの？いや、なんか気づいたらなんですけど、いけるって。でもご飯屋さんとかに行くとなんかちょこっと出たりするじゃないですか。ちょこっとだけ。でなんか食べなきゃいけない雰囲気とか、お寿司っていうよりお刺身食べてたら気づいたら美味しいと思えるようになってきて、でなんかカルパッチョとかその友達とご飯行ったりするとこ出て、で一人こう一切れとかあるじゃないですか。でコースとかで頼むとなんか食べなきゃもったいないで食べてたらなんかどんどん食べられるようになってきて、お寿司もいけるようになったんですけど、ブリとかカンパチ成長しました。大人になりましたね。でこの間マネージャーさんになんか回転寿司にも今予約制度があって、でもなんか何日か前から予約してて、ほらもう予約して明日もうお寿司食べに行くんですって話してたら、なんか「いや未来さんがお寿司の話するなんて」って言っていつかねすごい美味しいねお寿司をねちゃんとしたところで食べたら多分もっと好きになるんじゃない？もっと練習しないとですね。食べれる種類を増やしてこの後今日どうするの？どんな話ですか？けど、いやほら髪を切ってなんかどうすんの？なんかお昼食べようかなってとりあえず一人であっちになんかよく行ってた和食屋さんがあるんですよ。でランチが美味しくて一人でよく行ってたんですよ。じゃあ後ろついてこうか、スタッフさんと一緒にって言ってる間に前髪切っちゃってますけど。おー、うわ視界がいい。うわー、うわー、すごい嬉しい、すごい。うわー嬉しい。やっぱ今までで一番短いの。嬉しい。そうよ。念願の。あ嬉しい。ない。変わったね。あでも女優さんはねなかなか好きな髪型ができないから大変だよね。切るタイミングとかもね、そうだよ好きなね。時に私たちは全然自由にあれだけど大変だなって。逆にその物心ついた頃からこの仕事してるので、なんかもうそれが当たり前になってて、そんななんかそこが大変なところって感覚はない。逆になんか切らせてもらえてありがとうございますみたいな。本当すごい。そういう感じです。ちょっと一回触ってみてください。ここで終わる。見える？丸い。いいですね。ありがとうございます。あ、いいです。見えます見えます。大丈夫？こんな感じで。ありがとうございます。最高です。片方耳にかけても全然いいし、これだけでもまたね変わるし、両方耳にかけてちょっとこう下ろしても軽く見えるし、アイロンでちょっとス
ストレートとかでこの辺だけ外羽とかにしても全然変わるし、楽しい。まあワックスとかつければちょっとキリって本当なだ。って激動な風にもなるし、じゃあ仕上げに入っていきますね。お願いします。ワックスをつけて、オイルっぽいものだけだとビタンってなりやすいから、ちょっと癖をつけるのに固めのワックスも混ぜて、はい。毛先中心にちょっとつけてもらって、自分でつける時とかはこうやって下向いて毛先中心にバーとかでもいいし、あとはちょっとこういう感じで手のついた部分でこうやってまずここでこうやって根元にはあんまつかないようにちょっとすごい感じになるけど、前髪もつけすぎちゃうとちょっとオイリーになりすぎちゃうから、毛先を中心にこの余ったこの手のやつでちょっとだけつまんで横に流して、なんかちょっとこう耳を軽くこう見せることによってちょっと軽さもあるから、若干この中側を適当でいいからこうかけてもらって、で上も軽くなってるからこうやってやるとちょっとこう透け感が出るからちょっと軽さが出ていい。何いやなんかまたちょっと今カメラ目線になってわあ全然良い。違うよね。いや嬉しい。ありがとうございます。こんな感じです。皆さんも切ってみてください。勉強されてね、ありがとうございます。じゃじゃーん。こんな感じになりました。ちょっと後ろも見せますね。どうしよう、自分が振り返った方がいいのか。じゃあもう一回見せますね。見えてる見えてる見えてるかな。見えてる見えてる。こういう見えてる。後ろちょっとしずえさんの方に振っていいですか。こういうあ、見えてない。見えてない。こういう感じでイエーイイエーイ。もう回った。そう。はい、ありがとうございます。嬉しい。すごいすっきり。前髪も久しぶりに。ここも見せた方がいいんじゃない？あ、そうですね。こんな感じです。すごいよ。髪の毛の海。はい、こんな感じです。皆さんもぜひなんか切りたいと思ったら切ってみてください。バイバイ。全然遅くない？これやって何みたいな感じです。あ、すごい。来たじゃん。すごい。写真撮っとこう。来た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 ー。柴崎さんの、発案で、実は低音所属のタレントさんたちで効果音を作っていこうっていうプロジェクトが始まりまして、今日は志田さんから音をいただきたいと思いまして。はい、音。YouTube の動画で企画を発表した時とかに、わーとか効果音が入るのって分かりますかね？みたいなやつ。そうですそうです。あれをいただきたいと思いまして。その声が他の方の動画で入るという。いいね。コラボみたいなってことですか？なんかすごい面白い。ちなみに1回目が福士蒼汰さんからいただいたんですけれども、その福士さんから志田未来さんにメッセージが届いているんですけど、次はですね、この SE を志田未来さんに撮ってもらおうと思いますので、よろしくお願いします。ポイントとしてはですね、あるがままの自分をこう
さらけ出すということがさらけ出すポイントだと思うので、ぜひ自分の中での私の音はこれだっていうものを出してください。お願いします。逆に難しい。ちなみに実は今回の動画の冒頭にも福士さんの効果音が入っておりますので、いいね。気になる。そうなんですか。今こうして喋ってる間にも入っております。豪華ですね。ありがとうございます。まずは企画を発表した時とかに使う「おー」っていうのをもらってもよろしいでしょうか。はい。 3、2、はい、素晴らしいようですね。素晴らしいおですか。企画を成功させた時とかに使う「すごーい」っていうのを、すごいはい、いただきたいと思います。すはい、素晴らしい、すごいです。ごい。全部素晴らしいってじゃないですか。企画が成功した時とかに使う、はやったねっていうのを、はい。やったね。あ、いいですね。盛り上げる時のよっていうのをはい。いただければと。よっ。 OK です。いかがでしたか？4種類取ってみて。恥ずかしい。